6月24日、また一つ年を取りました。あと数年で私もアラフィフになってしまうなんて、どう頑張ってもまだ信じられそうにありません。数字だけは年々増えていくけど、中身はむしろ子供に戻っている、そんな気さえします。40代になってから誕生日を迎えるごとに人生についてより深く考えるようになりました。年を取るということは、命の残り時間が減っていくことでもあるわけで、残りの人生をどんな風に生きたいのか、これからは少し真剣に自分の心に聞いてあげる必要がありそうです。鏡の中の自分に少しずつシワが増え、思うように体も動かなくなってくると、人生の時間には限りがあるのだということを現実として突きつけられます。若い頃は何かを得ることに必死だったけど、人生の後半にもなると、何を捨てるかの方が大事になってくる気がします。時間にも体力にも余裕がなくなっていくからです。残された時間の中で自分は何を大切にしていきたいのか、逆にそれを大切にするために手放した方がいいものは何か、自分なりに選んでいく必要があると思います。私の場合で言えば、世間でよく言われる家族を持つ幸せや結婚、出産といった幸せの形はいつの間にか手放すことになっていました。何を食べてるの？葉っぱ？子供の頃から音楽や芸術が大好きで、自分を表現したり何かを作ることに夢中になっていたら、いつの間にかこういう人生を歩んでいました。待って。痛い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 。自分で決意を持ってその道を選んだというよりは、本当に自然に導かれるかのように、ここにたどり着いていた気がします。自分を表現したり、何かを作ったりしている時の自分が、一番心も体も生き生きしている気がします。生きている実感も自分も感じることができます。表現することが今世の私の目的なんじゃないかと
勝手に思ったりしています。そのためにこれまでのいろいろな苦しい経験も、深い孤独も痛みもあったのだと思います。より良い表現をするため、より良い作品を作るため、人を感動させられるような何かを作るためには、孤独や深い悲しみ、苦しい経験が必要だったんです。そう捉えられるようになってから、これまでの苦しかった経験も孤独も全部無駄じゃなかったんだと思えるようになりました。もちろん今でもまだ苦しみも孤独もあるし、何かを作ること、生み出すことの苦悩や葛藤もあります。でもそれはどの道を選んでも同じだと思います。その道にはその道の苦しみや痛み、悩みや葛藤がそれぞれあると思います。だからどんな道を選んだとしても、その道を楽しむことが大事なんだと思います。自分で選んだ道を自分で正解にしていく。とにかく残りの人生の一日一日を自分なりの精一杯で生きていきたいと思います。人生の選択で迷った時に参考にしているスティーブ・ジョブズのこんな言葉があります。もし今日が人生最後の日だとしたら、今やろうとしていることは、私が本当にやりたいことだろうか。私は多分人生最後の日も創作や表現をしているんじゃないかと思います。やっぱり歌が歌いたいです。私はこれまでの人生で寂しさを紛らわせるために何かに依存したり、快楽に溺れたり、何かへの衝動的な欲求を抑えられなくなって、自分を痛めつけるような行為をたくさんしてきました。でもそれは本当にしたいことをしていないことで生じる心の穴を埋めるためだったことに気づきました。だからもし今私と同じような状況にいたり、自分を責めたり痛めつけたりしている人がいたら伝えたいです。あなたが本当に望んでいることは何ですか？本当はあなたはどう思っているんですか？何を感じているんですか？心の穴を生み出してしまうほどの何をあなたはしていないんですか？どうか自分の心の声に真剣に耳を傾けてあげてください。その声に気づいてあげられるのは自分しかいません。
今も待っている自分のことを迎えに行ってあげてください。そしてどんな小さなことでもいいので、その声を一つずつ形にしてあげてください。小さな一歩を積み重ねていくうちに、必ず少しずつ自分の人生が戻ってくると思います。今日は前回の動画でも少し触れたメメントモリという言葉を書きました。人生には終わりがあるからこそ、今生きているこの時間も愛おしいものになるのだと思います。だからそれを忘れないこと。死を思うことは決して悲しいことではありません。今をより楽しんで充実して生きるために大切なことだと思います。どうぞ一度きりの大切な人生を誰のためでもなく自分自身のために生きてください。最後になりますが、今年も無事に誕生日を迎えることができたのはいつも見守ってくださる皆さんのおかげです。今日までずっと見守ってくださって本当にありがとうございます。これからも変わらず私らしくマイペースに表現や創作を続けていきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ここで皆さんと人生の思い出をたくさん作っていけたら嬉しいです。